はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、K セット D セットでダイナミックドライバー満載です。D セットがネイティブな発音に近いようなんで、そのまま行くけど、日本語読みだと D セットとか D セットになるのかな？そうね。左右合わせて10個のダイナミックドライバーを搭載していることから、ラテン語の10を意味する言葉に由来し、モデル名が D セットなんでしょうね。全部 BA だとフル BA って言うけど、これはフル DD ってあんまり馴染みのない感じになるね。そもそも普段こんなに DD を搭載しないからね。あのモデルは搭載してたじゃん。そうね。今回の比較で登場するのが間違いないわね。D セットはスタンダードバージョンとチューニングスイッチ付きバージョンがあって、価格が7000円台から9000円台ぐらいで販売してるショップが多いみたい。さすが KZ5DD でも1万円以内に収めちゃうんだ。チューニングスイッチはスイッチ1と2で低域2ステップのブースト、スイッチ3と4で中高域以上を2ステップのブースト、スイッチオールオンで全帯域のブーストになっています。KZ のスイッチアサインとしてはスタンダードな傾向だと思います。ジャックさん、D セットの第一印象はどうでしたか？開封時、チューニングスイッチがオールオン状態だったんで、まずオールオフで聞いてみた。かなり低域が強強だなーって思ったよ。キャスタープロベースバージョンと波形重ねてみたのがこれ。なんと、キャスタープロベースバージョンより低域が強いんだ。で、D セットのスイッチを0011状態にすると。ああ、このセッティングだと傾向が似てきましたね。そう。どっちにしても低域がグイグイ来る。スイッチ関連はまた後ほど触れてみるよ。D セットの片側5機のドライバーは 8mm 超高帯域内置型ダイナミックドライバーが2機。深みのある弾力的な低音、豊かで自然な中音と滑らかなボーカル、卓越した高音の伸びが楽器の微妙な音色の変化まで明瞭に表現します。ということです。8mm の DD が低域担当かと思ってたんだけど、全帯域に影響あるんだね。そのようだね。6mm 高性能内置型ダイナミックドライバー3機はソリッドで力強く、リズム感のある低音。中音域はふくよかで滑らか、ボーカルを絶妙なディテールで表現し、高音域は明るくクリアです。あれ？なんか 8mm の時と似た感じの表現ですね。これ、Web の翻訳のベースでしょ？ 8mm も 6mm も全帯域に絡んでるってこと？別の説明で、独立した低域ドライバーがよりパワフルな低音域を実現とあるんで、8mm のドライバーが低域メインだろうね。そっかー。で、個々の DD はこんな風に収まってるのか。DD 詰め込むのにボディサイズが大きいなんてことはないよね。フル BA のソナタと同じぐらいね。K セットの中では少し大きめかな。ああ、なるほど。フェイスプレートは金属製、ボディは優れた強度、耐久性、耐衝撃性の微量グレート樹脂を使用。3D プリントで成形されています。DD が5機搭載ということで、重さが片側 12.1g、5g 前後、大会 10g を切るモデルが多いので、結構重めです。音漏れは心配ないでしょう。イヤーチップは今回のディバイナスベルベットを基準としました。低域に負けない高域が欲しいっていうこともあったんでね。それならこの2つもありでしょ？もちろん。サウンダコクーンと C04 を最近レビューした数モデルで比較したけど、サウンダコクーンの方が高域の立ち上がりが早い傾向のようだね。いつものように他のマイイヤーチップも足した比較も載せておくよ。参考にしてね。今回の比較モデル、同じドライバー構成といったら 7Hz、5しか思い当たりませんけど、5でいいんですよね。価格帯は結構違うけど、手持ちではそれしかないからね。今回のサウンドチェックは D セットの低域を一番出した1100と高域を一番出した0011、そして 7Hz5 の比較にしてみた。音調整の基準は D セットのスイッチオフ状態としたよ。はい、では早速聞いてみましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。D セットの低域、結構重めでしたね。収録音だとなかなか伝わりづらいと思うけど、重いよな。5は広域がちょっと鋭い感じしたんだけど、この辺でしょ？目立ってたよね。実機でも傾向は同じだけど、それに空間表現が加わる分、和らぐ感じかな。5は全体的に波形の山谷の差が結構あるけど、カーブが滑らかだよね。低域はパワフルだけど、D セットより柔らかい印象だった。それと D セットより厚みがないんで、装着感は5の方がいいわ。でも5にはチューニングスイッチはついてないし、価格差の倍以上あるよ。そう。その差は厚みのアドバンテージの差より大きいか。でしょうね。今回はチューニングスイッチあってよかったなーって思った。開封時スイッチオールオン状態だったと思うんだけど、まずはオールオン状態で弾いてみて、必要なら工程の調整をするというのが D セットのパワフルな特徴を活かせる調整方法かなって思った。オールオフと比較するとただレベルが上がるだけじゃないんだよな。ほんとだ。オールオン状態はかなりパワフルになるんで、全ての曲に合うわけじゃないとは思うけど、ハマると聴くのが楽しくなるよ。ジャックさんはセッティング0011が好きな傾向なんでしょ？そうだね。うっすら見えてるのがレベル未調整の波形で 2.2 デシベルあるレベル差を普段の基準に合わせるとこんな感じでなかなかのバランスだと思うんだ。確かに。これでも低域はパワフルだもんね。そう。80年代前半ぐらいのマキシマイザーによる音圧戦争前の曲がスイッチオールオンでパワフルで聴きやすくなったり、最近の曲ならスイッチ0011とか0010で低域落として聴いてるうちにこれは楽しく聴けるなぁと思ったわ。低域を落としてももともと強めですけど、その辺は大丈夫でした。広域がマスクされたりしませんでした？最初ちょっと低域出過ぎだなぁ、広域足りないなぁって思ってたんだけど、スイッチオールオンを基準に調整してたらそれを感じなくなってたわ。パワフルさにハマったってこと？それはあるね。バランス重視の人ならスイッチ0011にしておけば低域が量感だけでボワボワしないし、ボーカルもうずもれるようには感じない。いろいろ聴いてるうちに曲次第でどのセッティングも結構いけるなぁと思えてきた。スイッチオールオンかスイッチ0011が基準、あとは微調整で使う感じだな。なのでできればチューニングスイッチ付きを買った方がいいんじゃないかな。ちなみにこれを見る限りスタンダードバージョンはスイッチ0010のセッティングのようだね。KZ でここまで低域出すモデルは最近なかったと思うんで、低域好きな人はもちろんそうじゃない人も気になったら聞いてみてほしいね。これはやっぱり買おうかな。はい、毎度。低域不足の底のあなた、これ聞けば元気になるよ、多分。ということで KZ の 5DD パワフルモデル D セットのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。